64&43スケールでサクサク動く4中リフトを作りました。そしてラジコン充電スタンドにもなる一押しアイテムな上に、なんと単色 3D プリンター&家庭用プリンターで色塗り不要でリアルな仕上がり。さらに 3D プリント用に無料サンプルも用意したので、それでは紹介していきましょう。64分の1や43分の1のラジコン楽しすぎますね。なのに充電の際はこんな感じやこんな風になりがち。そこで考えたのがラジコン充電スタンドにもなる動く4中リフト。充電だけなら動かなくてもいいですが、やっぱり動いた方が面白い。実はかなりの時間をかけて試作を繰り返し、やっと完成。ミニカーで遊べて、さらにラジコン充電ができる、まさに全部入り状態。まずはリフトのランウェイ部分はミニカー用とラジコンカー用から選択可能。ミニカー用は本物っぽいシンプルな作りで、ラジコンカー用は充電時の USB ケーブルの逃がし穴と USB ケーブルに引っ張られた際の落下防止ストッパーもあります。特にドリフト用タイヤだとランウェイ上でケーブルに引っ張られやすいので、ケーブルは太くて硬いのより細くて柔軟性があるのがおすすめ。そしてカチッと取り付けて前後にスライドするジャッキのアクセサリーも付属。さらに小さめサイズのターボレーシングにも対応。これはターボレーシングの C6 号で USB ケーブルに引っ張られてもランウェイから落ちにくいですが、ターボレーシングでさらに小さいモデルで幅が狭いと大げさに見せるとこんな風に落ちやすい場合があります。そんな時はジャッキパーツを取り付けると、これも大げさに見せるとこんな風に落下防止&ディテールアップになり、まさに一石二鳥。そしてランウェイの車止めははめ込みタイプで取り外し可能。さらにスロープは床固定、ランウェイ固定、ランウェイ可動の3種類から選択できます。そして本体はリフトのみの S サイズと拡張駐車スペース&充電スペースありの M と L サイズを用意。拡張充電スペースは規格外でランウェイ上に乗らないタイプの充電や複数のラジコン充電の際に便利。そして普通に飾る際には地上と地下に駐車できるので L サイズで最大6台ほど飾れます。さらにモデルカーで定番の43分の1スケールも用意。ただ大きくしただけじゃなく、クリアランスやデカールレイアウトを最適化してます。43分の 1L サイズ以外はバンブーラボの A1 ミニなどのコンパクトな 3D プリンターでプリント可能。さらに色塗りなしで貼るだけのリアルなステッカーデカールはインクジェットプリンターで A4&US レター両サイズ対応なので世界中で楽しめちゃいます。そして今回は64分の1スケールの S サイズを無料サンプルとして用意。ステッカーデカールなしの機能やディテール制限版ですが、リフト稼働は十分楽しめる仕様になっています。詳細は概要欄をチェック。とにかく組み立てが簡単で色塗り不要。そして無料サンプルとパーソナルユース版の制作の参考になるので、組み立て動画行ってみましょう。まずは各スケールとサイズで必要なものを 3D プリント。材質は PLA で OK ですが、マット PLA や劣化したりなどで折れやすい PLA は使わないように注意です。今回は L サイズを組み立てていきますが、基本の組み立ては全て同じです。組み立て前確認でボディロワーにランウェイベースを入れてスムーズに動くかを確認。
動きがきつい場合は本体のレール部分とランウェイベースの溝部分をサンドペーパーで削ってスムーズに動くようにしておきます。まずはランウェイフレームの組み立て。ランウェイフレームにポストを通して2個組み立てます。次にボディアッパーにポストを取り付けます。しっかりと奥まで差し込みましょう。この時ランウェイフレームのへこみ形状が両方とも内側になるように取り付けておきます。次にポストロックを取り付け、ビルドプレート側の面が上になり、面取りの大きい方が下側になります。こんな感じで取り付けますが、この時ポストがしっかり奥まで差し込まれていないとポストロックを取り付けできないので注意です。これでポストが抜けなくなりました。次にランウェイベースを先ほど組み立てたパーツにこんな感じで取り付けます。このはめ込み部分はきつい場合はサンドペーパーで削って、緩い場合はこんな感じでテープなどを貼ってきつくしましょう。こんな感じでスムーズに動けば OK です。次にロックノブを取り付けます。ロックノブはこの滑り止めのある方が上側になります。こんな風に差し込んだらバネが動作するか確認します。特にこのパーツは縮んだり元に戻ったりするので、吸湿しすぎたり劣化して折れやすい材料を使わないように注意です。次にジョイントパーツをボディロワーに取り付けます。ジョイントパーツは全部で10個ですが、 M と L サイズはこの部分はなしなので全部で9個です。そして今まで組み立てたパーツを合体。とりあえず上にパーツを乗せたらロックノブを引いてランウェイフレームを下に移動します。あとは全てのジョイントパーツが上のパーツの穴に仮で入るように調整します。そして最後に一気に奥まで締め込みます。ここでとりあえず動作を確認。ロックノブを引いて上下に移動。ロックノブを戻せれば OK です。そして無料サンプルならこの時点で、パーソナルユース版ならステッカーデカールを貼り付け簿に裏側からレール部分とノブ先端が接する部分にグリスを薄く塗ると劇的に動作がスムーズになります。そしてスロープは3種類からの選択式ですが、まずは床固定スロープはこんな感じで取り付け、ランウェイはここに突起のないタイプを使用します。ランウェイに固定するタイプのスロープは突起付きのランウェイに上からはめ込みます。可動タイプのスロープは見分けがつきにくいですが、この角が尖っているのが固定タイプのスロープなので、可動タイプはこの角が丸いタイプのスロープを使用します。また FDM 方式の 3D プリンター特有のエレファントフットにより、角が尖っている場合はサンドペーパーで角を丸めて使用します。可動タイプは内側にバリなどがあればきれいにしておきましょう。あとは上からはめ込んで緩くなるまで何度も動かします。アクセサリーのジャッキはランウェイ中央付近で片側を引っ掛けた後に上から押し込んで固定します。車止めはきつすぎる場合は削って差し込みます。
体はどちら向きにも取り付け可能でワンタッチで固定できます。無料サンプルはここで完成ですが、パーソナルユース版を後から入手した場合、S サイズのステッカーデカールを無料サンプルに貼り付け可能です。パーソナルユース版は一度分解してステッカーデカールを貼り付けていきます。ジョイントパーツは外し方や材料によっては折れやすい場合があるので、その際は再出力しましょう。そして仕上げのステッカーデカールですが、例えばこのシールもそこそこ強力な接着力ですが、普通に貼った後はいい感じでも、なんとあっさり数日後にはかなり剥がれてしまいます。やはり 3D プリントの際の積層跡の部分と、特にシールを貼って折り曲げたところが平らに戻ろうとして剥がれやすい感じですね。そこで各地域で入手しやすく、印刷の質と接着力を両立できるやり方をいろいろ試行錯誤したのがこちら。フォトマット多用のマット紙と強力両面テープの組み合わせ。マット紙はフォトマット多用で最大で 0.2mm 厚程度、そして両面テープは日東のナンバー500または同等品で OK。 この組み合わせなら同等品も含め各地域で入手しやすいのでおすすめです。試しに日本の Amazon で一番強力そうなインクジェットプリンター多用のシールも試しましたが、こんな感じで印刷の品質はかなり微妙で、接着力も普通のシールよりは強力ですが、日東のナンバー500などはもともとの用途が違うためか桁違いに強力というわけで、フォトマット印刷したマット紙に両面テープを貼り付けていきましょう。マット紙の最大厚さは 0.2mm くらいですが、薄い方が作業性はいいです。次に各パーツをプレカットしていきます。緑と黒の線は仕上げの位置決め基準なので、線を残さないようにカットしていきます。赤線部分は貼り付け後に現物に合わせてカットするので、こんな感じで残してカット。動画よりももっと赤線ギリギリでも OK です。そして赤線以外の切り口はグレーのペンで塗ってあげると完成度が爆上がりするのでおすすめです。ポスト付近のコーションマークなどはマット紙の表面だけ向いて使うといい感じの厚さになります。一通りプレカットができたらいよいよ貼り付け開始。まずは本体正面と背面を貼り付けてはみ出た部分を折ります。そして赤線部分を現物に合わせてカット。次に本体側面を貼り付けます。 S サイズは反対の側面も同じパーツを貼り付けですが、 M と L サイズの反対側はこのパーツを貼り付けします。シールの工程は形状もシンプルでこの作業の繰り返しです。 M と L サイズは地下の拡張スペースにこのパーツを貼り付け、位置決め基準はこの角の2箇所ですが、接着力が強く位置決めしにくい感じです。こんな時は微型シートを部分的に残して位置が決まってから残りの微型シートを剥がします。マット紙厚さが 0.2mm くらいだと角をかなりしっかり折りながら貼り付ける感じです。M と L サイズは地下の天井グラフィックのパーツも貼り付けます。この青線の部分も現物に合わせてカットします。この USB ケーブルの逃がし穴はラジコンカーのフロアで、穴なしのモデルカー用フロアも選択できます。この青線部分は青線の部分で適当にカットした後に本体に沿ってカットすると作業がかなり楽になります。プレカット以外の切り口もグレーのペンで塗ってあげると完成度がワンランクアップ。
地上の地面は4箇所の位置決めで大面積。ここも位置決めしにくいので部分的に理系シートを剥がして位置を仮固定。その後に残りの理系シートを剥がすと失敗しにくいです。ここまでできるとあと少し。この動画で紹介した両面テープのニットのナンバー500または同等品は接着力が強力で刃物に接着剤がつくと作業性が悪いので、そんな時はカッターの刃を掃除すると作業性がアップ。切り口に塗るペンの色は明るいグレーを重ね塗りする方が色の濃さを調整しやすい感じです。このパーツだけは1枚で3弁を貼るので赤線のところできれいにカットして全周の余白のバランスを見て貼り付けます。最後にランウェイですが、ここは余剰のステッカーなどもあるので好きな感じで貼り付けできます。車止めはイエローのフィラメントがない場合を考えて余剰ステッカーにイエローがあるので好みで貼り付けできます。最後にポストのステッカーを好みで貼り付けます。ステッカーデカールの貼り付けが完了したら組み立てて完成。そして最後にグリスアップ。グリスアップをすると上段抜きで動きが違います。これでやっとこんな感じで充電せずに飾りながら充電できて、さらにリフトを動かして遊べちゃいます。今後もプラモ、ラジコン、3D プリンターで自作などの動画を増やしていきたいと思いますので、チャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。それでは次回をお楽しみに。